ここで待っててピョンってやるだけでドライブがかかる。ああ、すごい、それなんか分かりやすいですね。余分な力いらないんだな。最初は一生懸命力でやってていいと思うけど、そもそもボールに力を加える必要があるのかってことから考えた方がいいよ。こうなってしまった結果と、はい、こうなった結果、じゃあちょっと引きます。でも僕こうやって打てるのはそのボールのこれね、はいで今やってる作業で大切なとこからちょっと解説していこうと思うんですけど、今のところはドライブチェックって言ってドライブの原理を学ぶっていう練習なんですよ。でドライブの原理を学ぶときにまず、コートに対してラケットは必ず垂直、つまりボールの真後ろを触る状態でコートからはみ出すところで球をキュッとこうかけるんだけど、ちょっとまず見てみてね。これラケットを止めとくと相手の回転の影響を受けてラバーが変形して反作用で下に落ちてる。これが下回転が上手に正面方向に打てない基礎の原理。そしてこれがドライブの原理としては成功。これがドライブの原理としては成功例。ボールに対して真後ろを触ってるのは止まってる時と動いてる時とで同じ環境なはずだけど、動いてる時にどんな現象が起きるか、止まってる時にどんな現象が起きるかをちゃんと確認するってこと。確かにそれ大事っすね。そうでこのことがちゃんとできてるかってことになるんだけど、まずちょっと曖昧なやつを先に見せます。曖昧。これよくある。でここでちょっと博士的表現、でここでまず使っちゃいけない用語があります。これは落ちたっていう人いるでしょ。これは落ちてません。これはこぼれたの。こぼれた。ここが境界線。すっごい大事な話。ちょっともう一回。これごめんね。で今のが入ってるんだけど、これはドライブじゃないの。これはこぼれかけたけど向こうに飛んでったやつ。こぼれかけてる。これがこぼれた。落ちたって言っちゃう。これが落ちた。落ちたっていうのは落とした人がいるから落ちたんでしょ。落とすつもりがあったけど落ちたかどうかって判断しなきゃいけないよね。ここでグッチーが出したサーブの影響を受けた人は落ちたの。だけどこれは球の回転を十分にかけることができなかった曖昧な状態で折り返してるから基本的にはこぼれちゃってるの。つまりドライブとは何たるかっていうことがここで初めて分かるわけ。そうこれはフックをかけたの。フックをかけた。そうちゃんとここに引っ掛けて作り上げたってことで、そうこれがドライブ。これがドライブの成功例で、いずれにしてもボールとラケットが当たった瞬間で見たら全部垂直だったってことなの分かる？確かにそうです。それをいろんな角度でアプローチしちゃダメなの。ドライブチェックだからドライブをできるようにしなきゃいけないから。でこのやり方はちょっとなかなかこの球が出際で打つとかっていうのはみんなできないんだけど、それでやる方法があります。それが僕が作ったボックス理論。卓球台の上に透明の箱があるって想像してボールがその壁にコンって当たるこの瞬間にめがけて手を出すようにすると大抵の人はそこでまっすぐラケット振れるようになるから。確かに今イメージできました。そうすると不思議なもんで不器用な人でも上手にここで球触れるから。でドライブチェックっていうのはドライブができる原理を確認するってことだからここでそれっぽさ出しちゃダメなの。なるほど、かっこよくやっちゃいけない。まずはラバーがどう反応してるのかをちゃんと確認する。なるほど。でじゃあまずそのさっきの3つを整理していこうね。じゃあもう一回サーブ出して。
止まってると影響するから落ちちゃう。そうです。で次、ラケットは下から上に動かすんだけど、グッチの回転とイコールのところってこっちの回転の発生量がもうすでに危なくて、グッチの回転よりも勝ってなきゃいけないの。ああ、そこの下回転。そう、下回転っていうのは進行方向を変えるとグッチが出した球がそのままの回転を繰り返していって折り返されると、折り返された球は上回転って言われるわけ。そうですね。で出した球は下回転だから、下回転を基準にするとずーっと同じ回転を繰り返して循環してるってことなの。だからグッチの送ったサーブよりもこっちの摩擦の力が弱くなっちゃうと、これはそうこぼれてしまうわけ。今みたいな。うん、そうなんだけど、これはフックがかかったから勝ったってことになるの。私のよりそう強いそう回転が入ったうん、でこれがいわゆるグッチの得意な上書きっていう原理になるわけ。そう、相手のことを無視して自分のことでもっと爆発的な力で改善しちゃおうと。そうですね。なんだけど、これを力任せにやってるのはテクニックじゃないの。それはボールさんと仲良くなってないのね。もっとボールさんのことよく理解してあげなきゃいけない。これはいいよ。こうなってしまった結果と、はい、こうなった結果、僕のスイングスピードって変わってるかって話なの。いや、変わってないっすよね。面も変わってない。そう、面も変えてない。そして真後ろ触ってるから、もうグッチの球の影響を受ける状況にあってフックをかけたかこぼれたかの差を作ってるってことなの。今すごい綺麗に差が出ましたね。そう、そこをちゃんと理解してる人っていうのはそんなに筋力的にガンガンいかなくても優れた球を打ってるんですよ。これはじゃあ何の差かっていうと、実は落差なんですよ。落差。ボールを触るときに、そうで、こういうのはホワイトボードに僕よく書いて説明するんだけど、図に書けない。だから見て覚えるしかない。これちょっといきましょうね。そう球が球がバウンドして高くなったところから突き飛ばすのがフックがかかる現象を作ってるってこと。なるほど。そうここそう球が球がバウンドして高くなったところから突き飛ばすのがフックがかかる現象を作ってるってこと。そうここそうなんだけど、ライジング処理っていうのは紙一重の技術で悪いわけじゃなくて、そのライジング処理のところも一瞬変わってるんだけど、そう同時に立ち上がるとバウンドと一緒にテイクオフするとボールとラケットの関係がプラマイゼロになっちゃってこぼれちゃうの。難しいですよね。そうだからバウンドが立ち上がって頂点に達するかなぐらいのところでも、頂点っていうとこんな球の時もこんなとこ見るから、そうバウンドしてから30センチぐらいのところで落ち着くかなっていうところで、ラケットは膝の高さに置いといて、ここまで我慢して、そしたらあとそのままピョンって突き飛ばしちゃえばフックが勝手にかかる。そうですね。ここで待っててピョンってやるだけでドライバーがかかる。すごい、それなんか分かりやすいですね。余分な力いらないんだな。ここで待っててピョンってやるだけでドライバーがかかる。その原理が分かってて自分の筋力を使うんだったらプラスアルファになるけど、最初は一生懸命力でやってていいと思うけど、そもそもボールに力を加える必要があるのかってことから考えた方がいいんじゃないかなと思う。いや、確かにそれめっちゃ分かりますね、それ。そうだから先にその基礎原理は初歩の初歩から最初から分かっとけばそんなに難しいことじゃない。そうで、そのドライブチェックっていうのを先にやるってこと。そう結局ここでみんなが間違えてるのは、
摩擦の力で向こうに行ってるって思ってるのが間違えてる。実はこれ落差だから衝撃の力でプラスアルファされてるってことなの分かるかなってこと。だからみんな他力本願になっちゃって摩擦で摩擦でってこうやってやっちゃうけど、そうじゃなくて一瞬待ってからガンってかけてあげればこっちのラバーが変形してくれるからギュンってもう一回引っ掛け直せるってこと。インストの方とかすごいそういうので上げやすそうですよね。そう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 。綺麗に上げてる方って大体そうやってますよね。そうそうそう。ちょっと上げて。そう。それだけみたいな。そうそう。ちゃんとこう。そう。全身回転かかってみたいな。そこら辺が結構大事。で、必ず練習するときに実験のつもりでやるっていうのは結構大事で、ボールの真後ろを触ってあげるからこそ、そもそもは回転の力でこうなろうとしてる。それがこう打った時にこう飛ぶのか、これがこうなっちゃうのかっていう差はそのタイミング、つまりその待ってる時間で突き飛ばしの力が出てそこにプラスアルファになるから、回転のところが仮にプラマイゼロだったとしても突き飛ばしの時にラバーが変形してくれるからもっと強い回転が生まれて向こうに行くよっていう風になってるわけ。リズム感とかスピード感でまずはその膝の高さにあるラケットをもうボールが来たら目線まで来たらピョーンって上げてあげるっていう気持ちをまず作る。この落差が大事だってこと。でその時に立ち上がってからフックかけるってこと。でそれが分かってきてからこの感じかと。そしたらこれをこうしていけばいいと。ただそうあとは少しずつ自分がそうドライブね、スピードドライブや何なりに切り替えていくと。そう何も知らないスピードから言ったらやばいことになるってことですよね。いつまでたっても覚えないってことも。そう少し切った球出してもらっていいですか。じゃあちょっと切ります。でも僕こうやって打てるのはそのボールの扱いを考えた時、これがいわゆるライジング処理ってことになるんだけど、ラケットを伏せてるし下に向いてるけど球はそのまま出るでしょ。でもそんなにすごいスイングしてるかってこと。そうですね。だからそれはボールのイメージに対してコーンってこう上げていくっていうこと。そうであとはグッチーがちょっと説明してくれたバウンド直後っていうのはラケットの面がね仮に垂直だと次の球は上に飛ぼうとする力がそこにあるから、それも含めてトップに切り替わりやすいっていう条件を集めてるってことなのね。折り返しも速くなるし力も強くなる。だから中国系の卓球が流行するにあたってそういったことを認識してないといけないですよね。そうなんですよ。ライジングドライブみたいな。だから結構ね僕なんかもこのいうのを動画でも出してるんで、全国の僕の注目をしてくれてるお客様が僕のところに実際に来てもう回転切れてないからできんだろうみたいに思っていらっしゃるけどじゃあどうぞっつって言ってあとピャーンってっていう感じですよね。フィジカルはいらないってことですね。そうまずは力とかスイングスピード筋力力加減っていうのが最も難しいことで、力を入れっぱなしにできるんだったらそれほど簡単なことはないわけ。そうすると基準だけ作って目安通りにいけば感情論で言っても球が入るっていうテクニックを教えてあげなきゃいけない。僕らは感覚が分かるから例えばレシーブミスする時もピョンってこう自分が行くって思った時に打った球がもう触った瞬間違和感って感じるんだよね。で足し算引き算であれってこう見えてるけどこれ違う球だって感じるでしょ。ドライブかける時もまずは振り方は一つでいいと。そしたらあとはタイミングで待っててあとキョンってかけてあげればドッキューンって言ってくれちゃうものドライブですと、いうふうに教えてあげる。でもあくまで求めてくるドライブっていうのは下回転に対する対抗策がないっていうことで、問われるんで、そうするとそのレベルではここをまず分かる。そしたら例えばラケットの傾斜作って速く飛ぶようにするとかいうふうにちょっとアレンジしていく。それでいいんじゃないかなと思ってるんですけどね。いいよ。こうなってしまった結果と、こうなった結果、こうで待っててピョンってやるだけでドライブはかかる。すごいそれなんか分かりやすいですね。余分な力いらないんだな。
内容が良ければいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。